皆さんこんにちは、ゆうです。お久しぶりです。 YouTube めちゃめちゃ久々ですよね。最後に更新したのが、僕の友達の結婚式についてのビデオだったので、もう本当に久々だなと思います。皆さんお元気でしたか？今日はね、皆さんに僕が元気にしてるよっていうことをお伝えしたいなと思ってビデオを撮っています。で、本当はね、沖縄とか鹿児島のビデオをねもっと早くアップしたいんですけど、想像以上にねあれ時間かかっちゃってて、いろんな映像を撮影しているっていうのもあって、水中の撮影もそうだし、ドローンの撮影もそうだし、あとはね沖縄の国際通りとか本当にいろんなところで撮ってるので、なのでちょっとね編集に時間がかかっちゃっています。まずねそれを片付けなさいよっていうふうに思うかもしれないんですけど、実はね忙しいの。本当に忙しいの。何が忙しいのかっていうと、主にプロモーションビデオの作成がね、例えば月に30日あるとするじゃないですか。でそのうちね16本とか17本とかのプロモーションビデオを作らなければいけない。それはねちょっと異常なんですよ。普通はだいたい月に4本ぐらいやってれば多い方なので、この状況っていうのはねとてつもなく忙しいです。嬉しいけどね嬉しいんですけど、その代わりもうプライベートとか全くなくて、ほとんどね休んでる時間がないです。どのぐらいなのかっていうと、僕まず朝早く結構起きるんですけど、寝るのはねだいたい夜の2時です。で5時半とか6時ぐらいに起きて、また動画の撮影とか編集とかしてっていうライフスタイルをねずっと繰り返していました。いいんですけどね、僕はあんまり長時間寝なくてもなんとか生きていけるので、ただそうは言っても食事が一番問題かなと思って、あんまり僕ね食事をとる習慣がないので、忙しくなっちゃうともう食べない、全然食べない。だから寝る前に夜いっぱい食べてそれで寝ちゃうみたいなね。朝と昼も食べません。さらに水もあんまり飲みませんっていうね、すごい不健康な状態になっちゃうので、それは本当によろしくないなと自分でも思っています。それはちょっと改善しなければならないことで、自分でも意識的に水とかはね飲むようにしています。今ねちょっとそこに僕のねハノンちゃんっていう鳥がいるので、少しガチャガチャ音が鳴ってると思います。まず最近僕が皆さんにお伝えしたいなって思うことは、見てください、このセーター。可愛いでしょ？可愛いでしょ？めちゃめちゃ可愛くないですか？可愛いでしょ？これめちゃめちゃ気に入ってるんですよ。で買って次の日ねちょっとほつれたんですけどこれね最近買ったんですよ。今年ね僕は本当にいろんなことに挑戦したいと思って、ドローンのライセンスも取ったし、ダイビングもシュノーケリングもやったでしょ。いろんな海でね泳いだりもしたんだよ。海ね全然泳いだことなくて、泳いだのはね小学生の時が最後だったんじゃないかなって思うんだよね。だからだいぶ海で遊ぶっていうことから離れていて、で海での映像も撮りたかったからダイビングとかにね挑戦しました。ダイビングってさ想像以上に高いのね。びっくりしましたよ。1回3万円とかかかったりもしたし、これはお金かかるなって思いましたね。でウェットスーツとかもねレンタルできるけど自分のも持ってるので、そのウェットスーツも結構高かったですよね。だからダイビングをしっかりやろうと思ったらそれなりにお金かかるなっていう印象でした。でそれに冬はねもっとあったかいウェットスーツとか買わなければいけないので、もし僕がね秋とか冬とかに今鎌倉の海とかへね、ダイビングというか海に入りたいっていうんだったら、かなりあったかいウェットスーツを買う必要があるのかなと思います。でも大体それはいくらだろうね、10万円はしないんじゃないかなって思うんですよね。メイドインチャイナのやつなので、メイドインジャパンだとね結構高いんですけどね。メイドインジャパンのウェットスーツってそんなにないと思うけどね。ヘリーハンセンとかね。ただヘリーハンセンはね上はあるんだけど下がねないんですよ。だからねちょっとねバランスが悪いんですよね。で僕が一番皆さんにお伝えしたいのはファッションでございます。皆さんファッションでございますいや僕はねファッションに疎かったんですよ。今も疎いですけど、特に学生時代ねいつも同じ服ばっか着ていたし、学生じゃなくなってからもだいたいいつもユニクロのシャツとか、あとは去年僕がアメリカとかねカナダに行った時に
お土産を自分の買うことができなくて、皆さんが海外の服をね送ってくださったんですよね。アメリカの服、例えばボストンレッドソックスのジャージとか、あとはカナダのねフードとか、他にもね送ってくださったんですけども、でそういうのをねずーっと着てました。今でも室内着としてねそれらを着たりとかはしています。ただですね、今年は本当にファッションに挑戦したかった。でその理由は何かっていうと、自分をね変えたかったからなんですよ。でファッションってすごい分かりやすいですよね。見た目が変わるから、だから印象が変わるでしょ。で印象が変わると自分の中の心もねなんかリフレッシュされてるようなね、すごい新鮮な気持ちになるんですよね。だからすごいなって思いました。今年の春、自分の誕生日にジャケットを買って、でそれぐらいからね、あ、ファッションって楽しいんだなって思ったんです。今まで全然興味なかったの。全然興味なかった。だけど、あ、ファッション楽しいんだって。普段歩いてる道もいつもと違う服を着ればこんなに気分が変わるんだっていうことをね学んだんですよ。本当にねこれはねすごい変化でした。メガネもねかけるようになったんですよ。例えばこれね。で僕はね編集とか結構してるので、メガネ結構痛くなっちゃって、なので紫外線とかにもね弱くなっちゃったんですよ。だからちょっと色が入ったねサングラスのようなものをかけるようになって、こんな感じでねかけてます。ちょっとねなんかインチキ臭い感じに見えるかもしれないけど、僕は気に入ってます。で他にもねもう一個メガネがあって、それもね紫外線カットとかねブルーライトカットとかしてくれるものなのですごい気に入ってます。でメガネもね自分の中ではすごい似合ってないと思うし、だからねメガネをかけることに抵抗があったんです。だけどメガネにもチャレンジした。で服もねこうやって買うようになった。でこれはね僕にとってすごい成長なんですよ。で今ねここにもねこういう服があるので、これねどんな服かっていうと、見て鳥さんがね裏にねプリントされてるの、これとかこれで、これはねワカケホンセイインコって言って外来種の鳥なんだけど、もう日本にね大量繁殖しているインコなのね。可愛いでしょ。でこれをね身にまとって歩いてますこれめちゃめちゃ気に入ってますということでねファッションにいろいろ挑戦するようになりました。でこれもね赤くて明るい色でしょ。クリスマスカラーみたいですよね。でこういう明るい色ね全く着なかったの今まで。ちなみにねこれもねズボンも新しく買ったんだよ。でこのズボンは、コーデュロイのね生地なの。これコーデュロイなの。コーデュロイもね今までね最後に着たのは多分小学生ぐらいかな。そのぐらいコーデュロイのズボンとかも履いてないの。だけど履くようになった。すごい変化なの。ファッションに挑戦するっていうのは自分をねすごい変えてくれる。想像以上にこの変化には驚いてます。自分の気分とかもねすごい変わるし、こんなに自分って変わろうと思えば変われるんだっていうふうにね思ったので、自分の意識次第で人はねどんどん変わっていけるんじゃないかなって思うんです。なので皆さんもどんなことでもいいから、服装でもいいし、あとは毎日の習慣を変えてみるとか、朝散歩に行ってみるとか、ランニングしてみるとか、夜ランニングでもいいけど、ジムに行ってみるとか、あとは毎朝15分本を読んでみるとか、いろんなこと少しでも自分に変化を入れてみると、長期的に見るとねすごい変化になるかもしれない。今ねここに猫がいますね。これ金太がいますでこの動画はね僕が最近皆さんにね動画を投稿できてなかったので、僕の近況をねお伝えしたいなと思ったのと、僕自身がどういうふうに変わっているのかっていうことをねお見せしたくて動画を撮りました。で実際に買ったのはねこの服だけじゃないです。で他にも例えばコートとか他のニット生地の洋服とかいろんなものを買ってるので、なので僕がね買った服とかも今後ね皆さんにお見せできたらいいなって思います。でクリスマス近いですよね。皆さんクリスマスどういう風に過ごしますか？僕はクリスマスは多分お家で美味しいご飯を食べるんじゃないかなって思います。クリスマスのねプレゼントを自分のために
何かね服を買おうかなとも思うんだけど、最近この服買ったので、もしかしたらこれがね自分のクリスマスプレゼントになるかもしれません。皆さん最近寒くなってきてるし、インフルエンザも流行ってるみたいなので、どうか風邪をひかないように皆さんも元気で過ごしてください。では今回のビデオは終わりたいと思います。ではまた。